大人気漫画女神降臨の五十嵐くんがなんとネクスジの智也にそっくりとネクスティの間で話題に。神田くんは誰に似ている？大人気の漫画女神降臨をご存知でしょうか？女神降臨は韓国の人気ウェブサイトネイバーウェブトゥーンで配信されていた漫画で、韓国発の漫画ですが日本語訳もされており、日本では LINE 漫画で読むことができます。LINE 漫画でもかなりの人気作品で、イケメン2人と努力系女子のラブストーリーが反響を呼び、28ヶ月連続で1位を取るほど。また次に来る漫画大賞2019のウェブ部門では4位を獲得。韓国だけではなく世界規模で同時連載を展開している有名作品なんです。LINE 漫画では大盤振る舞いの50話無料配信中。まだ読んだことのない方はぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。とはまりすること間違いなしですよ。女神降臨のストーリーを簡単に紹介すると、外見にコンプレックスを持ち、同級生からパシリにされていた主人公谷川玲奈。いじめられたくない気持ちからメイクを必死に学び、女神のように変身していくんですが、メイクでそんなビジュアル激変する手くらいの変貌ぶり。まさにシンデレラストーリー。メイク道具も詳しく載せてくれているので、実用できるメイク術が普通に勉強になります。メイクを猛勉強し、もはや別人級の美女を手に入れて、過去の自分を知っている人がいない遠く離れた高校へ進学。学校では一躍マドンナに。その美女に浮かれ上がることなく、性格はめっちゃ素朴なところも良き。しかし転校してきた謎のイケメン神田俊にすっぴんがバレてしまい絶体絶命のピンチに。すっぴんが残念な谷川玲奈、秀才イケメン神田俊、横から現れるやんちゃ系イケメン五十嵐優の三角関係が始まり、もうドキドキしちゃうっていう女子なら大好物なストーリーなんです。地味でさえない主人公が複数のイケメンから好かれる、いわゆる少女漫画あるあるなストーリーなんですが、この登場人物たちが魅力的すぎてとハマりする読者が続出。そして登場人物の一人、やんちゃ系イケメン五十嵐くんについてご紹介。五十嵐優くんは学校で神田くんと人気を二分する超絶イケメン。アジアンビューティーな切れ長一重の目とぷっくり唇が魅力で、ルックスだけでなく歌も激うま。身長も 187cm と超人並みにスタイル抜群です。そしてその五十嵐くんがネクスジの智也に似ているとネクスティの中で話題になっているんです。五十嵐くんの美女、果たしてどんな感じかというと、確かに智也に似てる。目も髪型も唇も智也振り二つ。なんなら AI で智也をイラストにしたんじゃないかとも思えてくる。しかもストーリーの中でアイドルを目指しているところまでそっくり。もはや女神降臨の方が智也に寄せてきているのでは。唇が厚いからリップが似合うとティントを塗られるシーンがあるんですが、智也のたらこ唇を連想させるシチュエーションでしかない。ぷっくり唇が可愛い。もうすべての五十嵐くんの絵が智也なんですけど、見れば見るほど似ている五十嵐くんと智也。なんならスタイリングまでネクスジに寄せてませんか？これはネクスティの間で話題になるのも納得ですね。主人公玲奈に押され一度は諦めたアイドル、歌手としての夢再出発を果たし開花する五十嵐くんですが、芸能活動を始めてさらに磨かれまくってる五十嵐くんの美女がより一層智也に似てるんです。あなた智也ですよね。ネクスジってグループでもうデビューしてますよね。五十嵐くんを擬人化したら智也になるし、智也をアニメ化したら五十嵐くんになるんじゃ。もはや 3D も 2D もバチイケすぎる智也がすごい。ネクスジがアニメになるならこうなるんだろうな。もはや全ネクスティが五十嵐くん推しになったと言っても過言ではない。芸能活動をしている五十嵐くんは残念ながら LINE 漫画で無料で読める範囲外なので、ぜひ気になった方は読み進めていってみてくださいね。より一層智也に似た五十嵐くんが見れますよ。そして2人いるイケメンのもう1人、正統派イケメンの神田くんですが、こちらは優に似ているという声も。さすが万抜国宝イケメン富安。二次元に引けを取らない顔面レベル。なんと漫画内で優と智也のコラボが見られるだなんて、目の保養すぎる。確かにこの面長くっきり二重超絶イケメンっぷりが優に似ている。ちなみに優が一重に智也を二重にしたら、すいません一旦忘れましょう。神田くんは基本的にクールなので、普段笑ったり思いっきり笑顔を見せることがありません。そんな神田くんがたまに見せるとびっきりの笑顔がたまらなく天使。キュートすぎる。めっちゃ破壊力えぐい神田くんの美女。私知ってるこの人知ってる。もしやネクスジの富安さんじゃ。こっちのイケメンもいいな。エッチが
もう神田くんがネクスジの正統派イケメン富安優にしか見えなくなってきた。振り返るとニジプロのオーディション中、もちごりに少女漫画の主人公みたいな顔と言われていた優。まさかもちごりすでに女神降臨をチェックしていた。でももちごりの表現がドンピシャすぎるのがすごい。どれだけ先を見る目があるんだよもちごり、予言者か。X でも女神降臨の話題で持ちきり、やっぱりみんなともやと五十嵐くんがそっくりすぎて注目しています。上村智也が女神降臨の漫画のキャラに似てるって聞いて初めてちゃんと調べたんだけど、あまりにも顔に過ぎていてやばい。写真じゃ伝わりにくいけど眉毛の角度も口の開き具合も顔のバランスも鼻の形も唇も全部似てる。強いて言うならもうちょい垂れ目だけどでも似てる。女神降臨めっちゃ好きやったけど確かに五十嵐くんともや似てるなって思ってた。神田くんは言うだし、多分そう思ったことある人多いと思う。このキャラとともやくんに似てない。実写化ってこのレベルだったら文句ないよね。って女神降臨のネクスジも知らない旦那に見せたら偽に言ってんのかってくらい似てるね。すごいな。って私も女神降臨見てないんだけど、これを機に見ようと思います。女神降臨の五十嵐くんというイケメンキャラがともやくんに似てるって聞いてみてみたらほんと似てた。五十嵐くんかっこいい。私がニジプロ2に出会ったのが女神降臨読んだ直後だったから、地域予選でともや出てきた時思い一気し、五十嵐の擬人化って叫んだ。だって本当にそっくり。オーディション進むたびに似てくる。横に並べてみると優も神田に似てるな。ともやが五十嵐優に似てるって少し前に話題になってたけど、優って少し神田俊に感じるの私だけかな。見れば見るほどともやにしか見えませんよね。そして優も神田くんに似てる。もうともやと優がレイナと恋愛してる漫画にしか見えなくなってくる。やだ、嫉妬する。さて、女神降臨の五十嵐くんにともや劇2節、あなたはどう思いましたか？めっちゃ似てますよね。いやもう、なんなら偽に言ってるよね。ともやでしょこれ。そして、神田くん派、それとも五十嵐くん派という話題も、女子をワクワクさせる女神降臨の魅力。私は神田くんかな。女神降臨は少女漫画好きの方にはもちろん、メイク初心者や美容に関心のある方にもおすすめ。絵柄がめっちゃ綺麗でリアルさもあるところがいいですよね。ともやに似た五十嵐くん、優に似た神田くんにキュンキュンしながら、ぜひこの機会に女神降臨を読んでみてくださいね。ちなみに2025年3月20日にはこうきさん主演で実写映画化も。こちらもめちゃくちゃ楽しみですね。女神降臨を読んだ方、ぜひ神田くん派か五十嵐くん派かコメントお願いします。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。